先日どさんこアプリで皆さんに好きな肉料理っていうタイトルでアンケートをお願いしたところ、なんと5309件のご回答いただきました。本当にありがとうございました。今日は皆さんのそんな貴重なご意見をもとに、どさんこ好きな肉料理総選挙と題してお送りします。溢れる肉汁、輝く油、春のお祝いシーズンに食べたい肉料理。投票数5309件、道民の皆さんが好きな肉料理、おすすめのお店やアイデアレシピ、家で使えるプロの技も。うまい。いつもとの違う。うわー、最高の見た目ですね。どさんこ肉料理総選挙、道民が選んだランキングベスト10を発表します。まずは第10位。やっぱお肉の大きさがやっぱりすごい大きくてプリッとしてて美味しい。手軽に食べれるし、今はもうマジです。お好きな肉料理は何でしょうか？焼き鳥です。炭火で焼かれた鶏料理の代表格、第10位は焼き鳥。もっと上位かと思ったら10位でしたよ。美唄焼き鳥辰巳。美唄の辰巳。地元以外からも名前が挙がりました。美唄焼き鳥辰巳。このご当地名物を手軽に食べられます。札幌駅にありますどさんこプラザで販売していますのが、チルド商品になった辰巳の焼き鳥。金柑や砂肝も入りました。お店の味を楽しむことができるんです。電子レンジで温めても美味しいんですが、ひと手間加えるともっと本場の味に。弱火で熱したフライパンに焼き鳥を並べ、お酒を少しかけて蓋を閉め 2,3 分蒸し焼きにしていくんです。どうなっているのか、いきますよ。オープン。うわー、いい香り。炭で焼いたような香ばしい香りがしますね。もう美味しそうです。ということで、この温め方をしました焼き鳥、今回スタジオにご用意いたしました。ぜひ召し上がってみてください。ありがとうございます。いただきます。久しぶりだな、この美唄の辰巳さんの。いただきます。金柑とかね、砂肝入ってるんですよ。いかがですか？これですよ、これ。ちょっと待ってますね。いいです。砂肝がね、多分一つ一番上についてるから、下行くと皮もあるんです。お肉一つが大きいです。そうです。もうね、食べ応えがあるんですよね。ちょっとね、ごめん、欲張っちゃって、ちょっとがっついちゃって。金柑も本当に香りがちゃんと炭火の香ばしい香りがちゃんとしますね。フライパンで焼いてもちゃんとこう炭火の香りがね、しっかり感じられますよね。私何の感想も言ってないんですよ。でもこれやっぱりね、道民だからこそやっぱりこの美唄焼き鳥も入ってくるってところじゃないですか。そうなんです。これが第10位でした。10位。ではまだ参りましょう。第9位はこちらです。ここでもう焼き鳥出ちゃったらどうすんの？なんか揚げるとか焼くとかよりは、なんかすごいヘルシーに食べれる気していっぱい食べちゃいます。お野菜たっぷり食べられる。しゃぶしゃぶですかね。はい、お肉をヘルシーさっぱりに。第9位は93票集めましたしゃぶしゃぶです。肉の種類を挙げてくれた方々もやっぱり道民ですから、牛、豚だけではなくラムしゃぶというご意見が最も多かったんですよね。さらにアンケートにはこんなアレンジもありましたよ。お湯にニンニクチューブ、みりん、お酒を入れてしゃぶしゃぶ。肉に塩コショウをかけにつけて食べるのがめちゃめちゃ美味しい。ということで試してみました。お湯にニンニクチューブ、酒、みりんを加えまして、ただのだしとかではないんですね。そうなんですよ。お肉を入れます。そしてこれを入れるのがごまだれやポン酢でもない
溶かしたバターなんですよね。そうなんです。やったことないです。これは考えたこともなかったですよね。あーすごい。禁断のお味じゃないこれは。すごい組み合わせなんです。あいただきます。こんなにたっぷり。あ結構味が濃い感じですね。バターの甘みと結構相性いいんですね。ガツンといきたいという方は味変で溶かしたバターっていうのもいいかもしれませんね。驚きの組み合わせです。さあ続いて第8位の発表です。ご飯にワンバウンド最高です。キャベツとタレとマヨネーズが混ざって美味しい。タレが絡んだお肉が最高。第8位は豚の生姜焼きです。豚賞、ここで来た。ここで来ました。その略し方珍しいお肉を使いました究極の生姜焼きがいただけるお店がありました。こんにちは。わあ、冷凍コーナーに加工食品、餃子などもあるんですが、すごいショーケースの中、お肉がたくさん、いろんな部位がありますね。これ全部彦間豚なんですか？そうです。そもそもこの彦間豚ってどういう豚なんでしょうかね？はい、森町で自社農場で生産している豚です。社長が日朝という名前なので、その日と駒ヶ岳のふもとで農場がありますので、そちらを掛け合わせて彦間豚という。その自慢の彦間豚に生姜やリンゴジュースがたっぷりと入りました自家製のタレを強火で一気に絡めていきます。これが究極の生姜焼きです。でも究極って一体何なんでしょうか？聞いてみました。究極なぜついてるんですか？はい、豚肉はうちの彦間豚が一番美味しいと思っているので、その彦間豚を使った生姜焼きが一番美味しいので、究極の生姜焼きです。なるほど、だからこその究極なんですね。お肉も柔らかそうだね。すごく柔らかかったです。柔らかい。脂身がすごく甘いです。タレがとっても甘くて美味しいですね。はい、ご飯が止まらないです。間違いないですね。美味しい。さあ続いては第7位です。肉と卵のマリアージュ。第7位はすき焼きです。中でもこんなご意見がありました。卵は必須。白身をメレンゲにして食べてみたい。というわけですき焼きの名店牛屋江戸八へ。ああ、もうさらってますね。はい、お肉はもちろん美味しいんですが、ここの名物はと言いますと、失礼いたします。それではメレンゲ卵を作らせていただきます。はい、メレンゲ卵ですね。はい。すごい、黄身が割れない。ちゃんとこ食れ用が絶妙なことなんですよね。もう黄身が全然見えなくなってます。かなり練習するんですか？練習しました。私も2ヶ月くらいできるまでにかかりましたね。ふわふわだ。はい、できました。雲みたいじゃないですか。うわー、これがメレンゲ卵。はい、メレンゲ卵でございます。中に黄身が入ってる。そうなんです。で中で割って食べるようなんですよね。江戸八名物メレンゲ卵につけて食べるのは最高級の牛肉。美しいですね。甘めの割り下で豪快に目の前で焼いてもらえますよ。この焦げたまらないですよね。つけちゃうんですよ。ダメだよ。こんな感じですか？美味しそうですね。すごい。もう絡めますな。ああ、でっかいねこれ。いきますな。おい。おいや、一口でいったの？はい、行きました。せっかくですから。もうちょっと遠慮しなさいって。とろける。このメレンゲとお肉のこの脂身、美味しい脂身がもう一瞬で溶けますね。口の中幸せです。
あれだけあとすぐなくなりました。すぐコメントできたんですね。そうなんですよ。でメレンゲ卵で食べたいという願いに私代わりに挑戦しちゃいました。願い叶えてないでしょ。白身の中央部分にですね、特に濃い白身がございまして、こちらを箸に絡ませるようなイメージで混ぜてまいります。この濃度が濃いところですね。そうですね。はい、そうですそうです。それもポイントらしいですよ。くる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 。はい。箸の先に絡まれ。金子さんね、意外にやれちゃうタイプなんだよね。やれてない。すごいすごい。なんかお上手かもしれません。そう。かき混ぜ続けること7分です。お店の人1分って言ってましたよね。こんなに速いスピードでやったんですか今。多分技術をかなり初めてすごい。としてはかなり上出来だと思います。本当ですか？はい。ちょっと時間がかかってたので、お客様の前でやるにはちょっと時間がかかりすぎですけど、そうですね。お客さん早く食べたいなってなっちゃうので、そうなりますよね。はい。でも立派。やはりプロはすごいんですよ。結構ね夢中になることができるので楽しいですから、ぜひねご自宅でも皆さんやってみてもいいかななんて思います。ただ本物を味わいたければぜひ江戸八毛とそれはぜひぜひですね。さあ7位まで発表を行っていきまして、焼き鳥から始まりまして、まずちなみにお二方の好きな肉料理って出ましたか？出てないです。まだ出てない。まだ出てない。福永さんは？僕はあれですね、サムゲタン。サム入ってますかね。シュラスコとか。削るやつですか。入ってるかな。全然違うんですけど。僕はやっぱりハンバーグとかは好きかな。ハンバーグ。ごめんなさいね、普通でごめんなさいね。可愛いの聞きました。何に入ってそうですか？予想。いや、ハンバーグはやっぱり1位2位あたりでしょ。上位ですよね。ここは硬いんじゃないですか。お子さんも好きですからね。村雨さんは？私ザンギは上位に入ってるかなと思います。私も好きです。ザンギも1位2位3位のどっかに入ってる。なんかソウルフードでもありますからね。ではどうなんでしょうか。入ってるんでしょうか。シュラスカはあるんでしょうかね。サムゲタンもあるのかな。どうでしょうか。では第5位のじゃないですね。第6位の発表です。肉料理の醍醐味。肉をダイレクトに感じる。第6位は224票集めました肉料理の王様ステーキです。ステーキ6位なんだ。そうなんですね。中でも人気だったお店が厚別区にあるステーキレストラン元年ですね。20年以上お肉の調理に関わってきた店長の米田さんがお水で丁寧に下処理しました厚く切ったハラミを鉄板で豪快かつ丁寧に赤身のうまみを閉じ込めながら焼いていくんです。この厚みで驚きの柔らかさになっているんですよ。またこの音もずっと聞いていたくなりますよね。柔らかい。うわー、力が出るよ。こんな厚切りにして。はい。すごい。厚みがすごいですね。ソースにつけてですよね。そうですね。何ソースになりますか？こちらは自家製の醤油とワインが入ったソースになります。ちょっと和風な感じですかね。まさか一口でやっぱりいった。ここも聞かせていただきました。うわー、溢れる肉汁と旨味が噛むたびに広がって、これだけの厚みがあるんですけども柔らかさもしっかりと感じますよね。これは贅沢ですよ。まさにご褒美ですね。さあ続いては第5位の発表なんですが、お二人5位を当てられたらその料理を食べることができるチャンスタイムに参りましょうか。5位を当てる。はい。お腹も空いてきた頃かななんて思いますので。なんでそんな中途半端な順位のとこ当てさせるんですか。5位です。ヒントは出しません。ヒント絶対言わないです。はい。いやだから1位2位3位は多分だからもうハンバーグとかザンギとかね。そうですよね。それ以外。でも有力なもの結構もう出ちゃってるの。そうですね。10位からありましたが。あと何ありましたっけ？肉料理。これ言っていいんですか今？いいですよ。言ってください。先にいいですか？はい。ローストビーフで。ローストビーフ。はい。はい。いいですね。ローストビーフで。ローストビーフ食べたいです。わかりました。福永さんは。これね意外な盲点で皆さん意外に思いついてないと思うんですよ。
か？ソーセージですよ。ソーセージ。あ、でもお弁当にも必ず入れますしね。毎日食べてるでしょ。思い浮かばなかったです。なるほど。ソーセージです。ローストビーフとソーセージ。はいふっふっふっふどうなるのか。そんな不自然なリアクションある？では第5位の発表に参りましょう。こちらでした。ソーセージ来い。ソーセージ。ローストビーフ。世界が滅びる前日に食べるのはとんかつと20年以上前から決めている。答え出ちゃった。残念でした。第5位はとんかつでした。中でも多く名前が挙がりましたのは2019年に札幌に進出しました東京新宿の人気店青木です。使っているお肉は豊浦町で育てられた SPF トン。厚く切られたお肉を低温でじっくりと揚げることで外はサクサク、中はしっとりとした食感を残します。この断面見てください。たまりませんね。分厚くても柔らかいんでしょ。そうなんですよ。で、こだわりはね、3種類のこのお塩でいただくことなんです。味付けはソースではなく、ここは塩でさっぱりと、これがこだわりとなっているんです。さあ、お二方残念でした。お預けということで、あちらをご覧ください。はい。今回待ってください。とんかつは吉川さんに召し上がっていただきます。いただきます。すみません、急に。はい。いや、聞いてないです。このためだけにいや、そうです。アナウンス部にいたら金子さんがスタジオに美味しいとんかつがあるよって来てみました。ありがとうございます。そんなことでテレビに出れるんですか。ありがとうございます。召し上がっていただこうと思いまして。あ、なんかここに岩塩がある。そうなんです。これ塩がポイントですからね。後ろはもう新人の人たちが見守ってます。そうですね。春ですから。入社したばかりの。いかがですか。何これ。塩で食べるじゃないですか。やっぱ本当の豚の甘さが出てるのは塩。間違いない。聞いてます福永さん。いや、ちょっと新年度早々に反省会がしてる。この塩がポイントですからね。福永さん絶対好きなやつ。いや、これは美味しそうですよ。美味しいでしょう。吉川さん、ありがとうございました。本当に召し上がってください。じゃあ、ちょっとどんどんクイズやって、どんどん他のアナウンサー出しましょう。アナウンス部にたくさんいますからね。どんどん出しましょう。続いて第4位はこちらです。もともと食べれなかったんですけど、小さい頃からハンバーグだけは食べれてまして、ハンバーグが大好きです。なんか小さい頃から外食で行く時はハンバーグが多くて、それで思い出というか。4位でしたね。4位なんだ。はい、肉汁を最も感じられる肉料理じゃないでしょうか。ハンバーグが4位です。普通かと思ったの。家庭料理の定番ともありまして、皆さんのアレンジレシピがたくさん届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、集まったアレンジを抜粋しまして、実際に試してもらいました。こんにちは。こんにちは。協力してくれたのは札幌市にお住まいの三平さんご一家。9歳のカンタ君と5歳の太一君がお母さんのお手伝いをしてくれました。しっかりしてる。寄せられたアレンジ、まずは肉だねに味噌とマヨネーズを入れるという技なんです。この2つを入れていきますよ。なんか味噌はなんかコクを出すのになんかいろんな料理に入れるって聞いたことあるんですけど、マヨネーズは初めてです。油分だから脂身の少ないお肉でもジューシーに仕上がるかもしれないなと思いました。考えてみたらそうですね。続いてのアレンジはえのきでかさ増しです。これは節約にもなるアイデアですよね。まあ食感もなんか良さそうです。なんかキノコってあんまりお値段変動しないので、この物価高の時にちょっとかさ増しで、えのきね細かくなるし、お料理のかさ増しにすごいいいと思います。そして最後はなんと氷を入れて焼くとふっくらするというアレンジなんです。それ聞いたことある。なんかありますか？中に最後に氷を包んで氷焼くと。氷。なんか火が通りにくくなるとかないのかな。ちょっとびっくり。出来上がりが想像つきません。焼いてみると中の氷が溶けて水分が多くなり、蒸し焼きのようなイメージになるんだそうです。誰が考えるんでしょう。そうですよね。
ふっくら仕上がっているようには見えますが、お味は果たしてどうでしょうか。いただきます。どうぞ。自分たちでなん作ったの。かうまい。いつもとは違う。おお、いったね。美味しい。よかった。マヨネーズの味する？しない？しないよね。えのきが入ってるからお肉のなんか硬くなっちゃう感じは全然なくて柔らかいです。皆さん大満足の笑顔でしたね。味噌やマヨネーズの味が主張することはなく、しっかりとした味のついたジューシーなハンバーグができました。くどくもならないんですね。みたいですよ。ぜひ試してみてくださいね。さあ続いては第3位の発表です。こちらの場所から伝えてもらいましょう。北本さん。はい、今大きなマシンでお肉が切られております。ここは精肉店なんですが、第3位の料理は牛肉ではないし、鶏を使う料理でもないし、豚でもない、一体何の料理なのか。でもみんな大好きな料理ですよ。この後お伝えします。えい。道民5309人が選びました肉料理総選挙、ここまで第4位まで発表しました。はい。はい。焼き鳥から始まりまして、はい。福永さんが予想したハンバーグが第4位でしたね。ハンバーグ4位ってちょっと意外でしたね。そうなんです。また村雨さんのビーフストロガノフでしたっけ？ローストビーフ。ローストビーフ。金子さんも本当うろ覚えだったら言わない方がいいですよ。こういうとこあるんです。こういうとこあるんです。もうおしゃれなものをね言うと慣れてないものですから。がまだ出てないですから、入ってくるのかというところですね。さあいよいよベスト3の発表になります。第3位はこちらの場所から伝えてもらいます。北本さん。はい、まずは第3位のお料理に対するご意見ですが、札幌の50代の女性、子供の頃から多分一番食べている肉料理だと。そして60代の女性の方は道民のソウルフードですよねっていうお話。もうこれでお分かりいただけるかと思いますが、第3位はこちら、493人が投票いたしましたジンギスカンとなりました。このお店では網で焼くスタイルのジンギスカンを楽しめるんです。お邪魔しているのはこちらです。清田区羊ヶ丘通り沿いにある金広というお店です。長沼に本店があります。今年で創業59年を迎える大人気のジンギスカンのお店です。このお店は1階部分が精肉店になっていまして、2階部分に広々としたレストランが構えられています。この時間は休憩時間なんですが、お店の方がぜひテレビの前の皆さんにご紹介したいということで開けてくださっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介いたしましょう。広川さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみにジンギスカンに投票した方の中でおすすめのお店聞いたら一番皆さんこの金広さんを選ばれたんです。ありがとうございます。でちょっとご意見ご紹介しますね。苫小牧の50代女性の菊ちゃんさんなんですが、金広の味付きマトンがおすすめだということで、今まさに焼いているのがそれです。羊のお肉を堪能できますよというご意見をいただきましたが、このお肉が好きだっていう方多いんです。そして千歳の60代の女性うさぎさんも金広さんがいいんだっておっしゃってましたけど、金広ジンギスカンの生姜が効いている感じがすごくいいとおっしゃってるんです、で味がついてるジンギスカンなんですもんね、生姜も入ってるんですね。入ってます。でこの漬け込んでいるタレはどんな特徴がありますか？主に地場産の野菜や果物を使ってまして、その中でもリンゴが長沼産のリンゴを主に使っております。長沼に本店があるからやっぱり長沼のものっていうところなんですね。リンゴが入ってる、じゃあちょっとこちらのセットでこのように楽しむことができるんですが、ライスも結構しっかりと量がありましていいですね。ではでは今まさに焼いているこれをいただきましょうかね。いい具合ですよ。いい感じ、味がもともと染み込んでいるタイプでございますが、これもご飯にバウンドですよね。やっぱりね。一緒にいっちゃうよね。乗せます。乗せて。ですね。本当にもうお肉の細部まで細かいところまでタレの美味しい味が染み込んでますね。確かに生姜の香りもしますし、何よりフルーツの甘みだったりそういったものが肉の甘さを引き立てているし、お肉自体の旨みもよく出ているからとっても美味しいんです。
これはご飯が何杯あっても足りません。もう一つちょっとご紹介したいご意見がありまして、はい、これですね。札幌の50代の男性の方ですが、この方も金広のジンギスカンがいいとおっしゃってるんですね。で、ポイントは黒いのがうますぎ、黒いのがうますぎ。これどういったことなのかっていうのをちょっと我々で調べたところ、おそらくこのことをこの方おっしゃってるんだと思います。精肉店などで持ち帰りをやってらっしゃるんですね。はい、でパッケージにこうやって入れて持って帰ることができるんですが、この色分けは何なんですか？はい、お肉の2歳以上の羊とラムで分かれてまして、はい、その中でも特にラムの肩ロースという部分を使った特上ラムっていうのがおすすめになってます。黒だ。このパッケージが黒だからおそらくこれですかね。多分そうだと思います。じゃあこの特上ラムがこれたまらなくいいんだって男性の方はおっしゃっていたっていうことでしょうね。これを持って帰ることもできますし、もちろんここで楽しむことができるということで、はい。これあれですか？特徴としてはどういった特徴がありますか？肩ロースを使ってるんで、はい、脂身と赤身のバランスが非常にいいお肉になってます。なんか焼いていてもどうですか？この脂の加減もちょうどいい感じに見えますね。美味しそう。これも味がもちろんついていますね。はい。美味しそう。これいい感じですよ。お肉も分厚く切られています。網で焼くからこそこのお店のスタイルとしては香ばしさもやっぱりお肉にしっかりと乗るんだってことですよね。いただきます。肉汁も滴ってるじゃないこれ。焼きたてよ。いいなラムも。確かに。なんかただ柔らかいだけではなくて歯を入れた瞬間に跳ね返す弾力感もあるんですね。ただ一方でやっぱり噛み進めていくとじゅわっと肉汁が出てきて、最後は柔らかく溶けていくような感じのお肉。これはたまらなく美味しいです。このお店ではもちろんレストランで楽しむことができますし、この黒いパッケージでお肉をもちろん家に持って帰って楽しむこともできるということですが、493人が選びました第3位はジンギスカン。大変人気の金広さんからお伝えをいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうか、確かにそれはジンギスカンでも1位でもいいぐらいですけどね。はい、そうですね。1位と2位は気になりますね。そうなんです。北海道といえばのジンギスカンが出ましたが、じゃあ残さ2位と1位ということになりました。何が入るんでしょうか。では第2位の発表に行きましょう。こちらでした。ジューシーでちょっと外側サクッとしてて、ご飯が進む。何杯でも飯いけるところです。ジューシーなところとビールと合うのが最高です。ザンギが大好きです。そうでしょうね。ここできますよ。第2位はこちらも道民のソウルフードザンギです。中でも多くの票数が集まったお店はどこだと思いますか？こちらなんですね。ザンギといったらホテイ、ホテイといったらザンギ、もうここですよ。ここ行きましょう。いつも行列できてるもん。もうここですよね。ザンギといえばのホテイです。およそ50件の意見が集まりました。さすがですよね。全国的にも有名ですもんね、ホテイのザンギね。なってますよね。この外はカリカリで噛むとあふれる肉汁。この絶品のザンギをお家で作れたら嬉しくないですか？それは無理じゃないですか。できるんですか？今回ね教えてもらっちゃいました。そうなんですね。使う調味料はどれも普通のご家庭にあるものばかりです。これらの材料をボウルの中で混ぜ合わせていくんですね。そして次大事なのがこちらの小麦粉と大量の片栗粉です。ホテイのザンギのカリッとした食感の秘密はこの大量の片栗粉なんです。ダマにならないようにしっかりと混ぜ込み、揚げる直前にもう一手間加えますよ。このごま油をなじませて香りを追加していきます。まずは180度の油で5分間揚げます。まずはしっかりと中まで火を通していきます。5分揚げた後、一度取り出しまして3分ほど休ませます。その後190度の油で2度揚げ、
これで表面のカリッとした食感を生み出していきます。なかなか2度揚げの作業は難しいですけどね、家庭で。これがでもやっぱりポイントですからね、家でも作れる布袋のザンギの完成です。いただきます。うわ、サックサク。でも中のお肉は反対にふわふわになってますよ。これ衣の感じも、そして味のつき方も完全に布袋のザンギですね。来ちゃいましたよ。ではいよいよ第1位の発表です。栄えある第1位はこちら、焼肉です。うわー、美味しそう。2位に100票以上の差をつけて堂々の第1位はキングオブ肉料理、焼肉です。これはもう納得でしょう。そうですね。確かに。アンケートでも意見の多かったお店が味覚園です。焼肉の町北見に本店を構える人気店。その名物はというと、氷で締めて旨味を閉じ込めた氷締め生ホルモン。氷で締めることで身もキュッと引き締まり、さらに食感が良くなるということです。こちら、オホーツク産熟成サガリでございます。うわー、すごい霜の入り方が美しいですね。うちの工場直送のものをお店で一定の温度で2週間しっかりと熟成させたものを一番美味しい状態でご提供してご用意しております。香りと味の深みが断然違います。お、いい焼き目じゃないですか。バッチリですね。お、よかったです。タレをたっぷりつけて。肉汁がすごい。それでいてとにかく中ふっくら柔らかいですし、やっぱり熟成してるからこそお肉が持ってる甘みうまみがすごく凝縮されてますね。噛むたびにそのうまみがじわじわって肉汁ともに溢れてくる感じが、これ癖になりますね。ありがとうございます。ということで第1位は焼肉となりました。いやでもこう考えて本当に肉料理も実にいろんなものがあったなっていうところですね。まだまだだって本当はね10位にトップ10に入らなかった私が推しているソーセージだって。そうですね。何かには何かに入ってるはずですよ。サムゲタンだって。おそらくも肉料理も本当様々だなっていう風に感じますよね。改めて今回5309件の貴重なご意見をいただきました。教えてくださった皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。